本は最大限できることをね、日本政府がやってあげてほしいです、本当。そしてね、ちょうどそのニュースのちょっと前に、ヨーロッパ EU とね、日本の首脳が台湾環境の安定っていうね、そういうことの情報発信をしてましたけど、中国はね、えらく反発してますけどね。それでやっぱり中国が反発するっていうのは、自国のことだから介入してくるなっていうことなんでしょうね。ですからいずれは台湾をね併合する意思があるからね、なんでしょうけど、もう台湾はね完全に独立国ですよね。僕思うんですけど、一国二政府状態なわけなんで、戦後ずっとね、台湾を国として認めたらいいんじゃないかな。だってもともと中華民国が中国だったわけですからね。日本も日中戦争で中国と戦ってた日中戦争の相手っていうのは中華民国なんですよね、本来。そういう意味ではね、本来は政治的には中華民国っていうのは日本とは敵対関係にあったわけなんですけど、台湾の人たちっていうのがね、日本の統治下で中華民国が後から来てることを知ってますからね。蒋介石軍がね、中華民国軍が中華人民共和国軍にね敗れて中国本土を追われて船で逃げてきた台湾に。でその人たちを迎えた結果ね、台湾と中国の対立が起こっていて、だから日本時代の方が良かったっていうのをね、日本が統治してくれてた時代の方がまだ良かったっていう思いがねあるから日本のことを好きなんですよ。日本もね台湾を国として認め、そして台湾海峡ね、海峡、ひいては沖縄方面ね、尖閣沖縄方面の防衛、これをね台湾と一緒になって中国の進出を阻む、そういうことをしていかないといけないと思うんですよね。台湾と日本とね手を組んで、台湾さえ納得してくれれば尖閣諸島の領有権、これを日本に帰属しますってことをね台湾政府にね何度もこれは話し合いが必要だと思うんですけど、台湾を国として認める、その代わりにね尖閣諸島、これは日本領として認めてもらう、きちんと。そうすれば中国が
尖閣諸島の領有権を主張する根拠はなくなるんですよね、そもそもが。もともと台湾が言い出したわけですから、そこに中国が乗っかってきたんですよね。石油が採掘できるかもしれない、埋蔵されてるそういう地下資源にね、欲が出て目がくらんで、台湾がなんか日本に言ってる、じゃあ俺たちのものだっていうね、後から乗っかってきたわけで、これを台湾と一緒になってね、守ることができればね、今中国に侵略されるようなことは絶対起きないですよ。そしてね、台湾海峡、狭い海峡です。あそこでもし有事が起きたら日本はどうなるんですか。日本に来るタンカー、石油とかね、全てあそこを通ってる、そういう大動脈が遮断されるんですよね。物流の大動脈が。で中国もね、空母2隻目の空母を作ったり、4隻ぐらい作るつもりでいるのか分かんないけど、もうあとだから10年20年ってしたらすごくね、海軍力が増してくるはずなんですよ。今でももう艦船の数とかね、圧倒的になってきてます。近代的な船を作ってきてます。今日本が優位に立ってるのはね、潜水艦の技術とね、そういうレーダーの技術、イージス艦ね、そういうものだけでかろうじてね、技術力だけで抑え込んでますけど、艦船の数からして圧倒的に向こうが優位ですから、これ以上ね、増長させてしまってはね、これは日本も脅かされるんですよね。台湾環境がね、有事になった時に、台湾を守るにはアメリカの空母が出てくると思うんですけど、今度そのアメリカの空母を守るために、これ日本の潜水艦っていうのがね、すごく役に立つんですよね。アメリカの空母を守りながら、そして敵の空母とかね、そういう艦船を沈めるにはね、航空戦力もそうですけど、やっぱり海のシーレーンの戦いではね、潜水艦の力、となると中国の潜水艦がいくら出てきても日本の潜水艦が沈めてしまえば中国海軍は出てこれないですから、アメリカと協力してね、台湾を、そして日本を守っていかないといけない時代にね、もう入ってるんですね。